Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、なぎです。花です。今日のテーマなんですけど、日本文化についてお話ししたいと思います。やっぱりこの日本文化っていいなって思うところとか、逆にこの日本文化好きになれないなと思うところについて話したいとね、思ってます。はい、お願いします。お願いします。最初から日本文化から離れちゃうかもしれないんですけど、四季うわー、待って、私も言おうと思ってたが本当に一番こう日本を恋しくなる要因だなっていうのはつくづく思ってて。わかる。わかります。めちゃくちゃわかる。わかるよ。これ私大学4年生の時にその日本語パートナーズっていうプログラムで長期間マレーシアで活動をしていたんですけど、私もう夏が好きなんですよ。だからそのマレーシアって一年中暑いっていうことで、めっちゃ天国じゃんって思ってマレーシア行ったはいいんですけど、ずっと暑いからこそその長期間過ごしてるとメリハリがなくなっちゃってくる部分が結構大きくて、なんか日本いる時は夏は暑いからこそ、みんなでプール行ったり海行ったりとか、夏祭りとかいう楽しみがセットであって、で秋になったら紅葉を楽しんでっていう、なんかそれぞれの四季の楽しみがあったからこそ、なんか結構1年が充実してたなって思うことがあったんですけど、日本で思い出す時って、そういえばあの時って暑かったからだいたい8月ぐらいかなとかいうのが結構自然とセットで出てくるんですよ。そういえばあの時マフラーつけてたから冬入ってたんじゃないみたいなのがあってやっぱり四季とともに生きてたんだっていうのは結構実感しました。いや、めっちゃわかるわ、それは。いや、私も本当に日本の好きなところで四季をあげようと思ってた。本当に同じもの持ってきてましたね。やっぱ海外に住むと皆さん思うあるあるなんですかね。もちろん四季がある国もたくさんあるから、私韓国に住んだことあるんですけど、韓国は日本と同じように四季があって、そういう風に四季が恋しいって思うことがなかったんですよね。そうそう。だけど他の国に住み始めた時に四季がやっぱ恋しい。で日本って例えばその京都行った時にもう春に行けば桜が綺麗だし、さっき言ってたようにその秋に行けば紅葉が綺麗、同じ場所なのにその見え方が全然違う、全くなんか違う風景になるから、そこが魅力ですよね。そうそう。だから同じところに何度行ってもその楽しめる楽しさも違うっていう部分で、日本ってすごいな。いや本当に思いますよね。そうそう。で冬だったらね、スキーが楽しめてスノボーができて、でアイススケートとかもなんかリンク場ができたりとかするじゃんか。そういうのも含めてやっぱり四季ってすごいなって、いや思うよね。思いますよね。やっぱり本当に四季がいいなって思う反面、風邪もひきやすいのかなって思ってて、それはありますね。よね。そうなんかやっぱり気温の入れ替わりが激しいから、その分風邪もひきやすいし、で衣替えがさ大変じゃん。その分なんか洋服とかも確かに季節1個だけなら服のレパートリーも1パターンと1パターンではないか1パターンではないか、そんな夏の服だけ冬の服だけとか持ってればいいから、確かにそこは大きいですね。そうそう。あ、この服可愛いと思って買うじゃんか。で買っても3ヶ月とか着て、来年に入るわけよ。で来年着てるかと思えばなんか好みも変わっちゃってるから、トレンドも変わるし、着てることの方が少ないかなって正直ありますよね。なんだろう、日本にいる時の方がちゃんと楽しめずに新しいもの買って着なくなってそのまま捨てちゃうとかいうことも多かったし、なんかこれ人によってそれを良いと捉えるか悪いと捉えるかっ
って違うなって思ってて、私なんか本当ファッションに興味ないんで、逆に日本の四季だと考えないといけないじゃないですか。それが面倒くさくはないんですけど、ちょっと億劫だなって逆に感じる派なんですけど、いろんなファッション楽しめるって意味でやっぱ四季は好きっていう子もいるし、結構そこは人によって違うんですかね。そうだね、確かに、おしゃれをするのが好きな人だったら、アイテムもね全然変わるしね。なんか暖かい地域いる分には、冬服もいらないし秋服もいらないし、すごい楽、だけどたまにセーターとか、マフラーとかさ、ニット帽とかああいうのが恋しくなる時あるよね。ありますあります、本当に。花ちゃん四季言ってたから他の面ぜひもいい？はい、もちろんです。もう完全に衛生面もう日本は本当に綺麗ですね。これは多分日本に旅行に来たことある方とかは視聴者の中で来たことある人たくさんいるかもしれないんですけど、日本は本当に綺麗だなって思います、道にゴミがない、で海外に何カ国か住んだことがあるし旅行も行ったことがあるんですけど、やっぱりね道歩いてると、ペットボトルの殻が落ちてたりとか、なんかビニール袋落ちてたりとか、なんか当たり前のようにゴミが落ちている、だけど日本って公園とか行ったとしても綺麗なんだよね、道が。綺麗ですね本当に。前私ニュースで見たんですけど、その日本の渋谷とかで、その年越しとか、結構日本人はもちろん海外からもたくさんの方がいらっしゃって、やっぱりゴミとかすごい溢れるじゃないですか。ただその深夜中にはその掃除する方々たちがいて、もう翌朝にはもう綺麗になってるっていうのもすごいなと思って、綺麗に維持してる方々がいらっしゃるからこそなんですけど、私たちもやっぱり道路にポイ捨てしちゃいけないっていう感覚があるから、ゴミ箱がないけどカバンの中に入れて、そのゴミ箱を見つけるまではそこにしまっておく、しないのであれば家に持って帰る、みたいな感覚はあるよね、それがもうなんか当たり前になってますよね、そうそうそう。道が綺麗だからこそここで自分が捨てちゃったらっていう罪悪感も、あるだろうし、もしゴミ箱なかったらゴミ箱あるとこ探すか持って帰ろうっていうのがもう習慣として身についてる気がしますね。いや本当にそれはある気がする。日本ってゴミ箱ないよね。減りましたよね。減ったのかな。なんかそれこそ私がその小学生ぐらいの時って、駅にゴミ箱って結構あったイメージがあるんですよ。はいはいはい。けど今なんか駅にゴミ箱自体減りましたよね。でもちろん街中も減ってると思うし、でも今その話を聞くとさ、ニュースとかでよく放火事件、なんかゴミ箱が燃え始めるとか、なんかそういういろいろな問題が起きてて、で一時期、撤去し始めることがあって、なくなったのかなって今の話聞いてて思って。確かに正直ゴミ箱があることで便利なのも事実だけど、でも犯罪が起きるぐらいだったらもう撤去してしまおうっていうような考え方とかがねあるからこそ、そういうことにつながるのかなとも思うし、確かになんか意外となくてもどうにかなってるんですよね。衛生面、はい、すごく日本は綺麗だなって思います。他にも好きなところある？好きなところ、私日本温泉好きだけど温泉、すいません忘れてました。温泉はね本当に、いやなんだろうね、やっぱ定期的に入りたくなる、入りたくなりますね。なんか日本って当たり前のようにバスタブが家にあるんですよね、だから冬とかってお湯ためてお風呂に入るんですよね。で夏ってシャワーだけ？それともお湯ためてる？ほぼシャワーだけでしたけど、1週間に1回は必ずバスタブにお湯ためて入ってましたね。夏でも入るんですよお風呂に。お風呂入った後のアイスだったり冷たいドリンク飲むのが
夏の醍醐味なんですよね。それこそなんか環境に悪いかもしれないんですけど、そのお風呂に入ってめっちゃ体温まったところに冷房で冷えた部屋の中に行くっていうのがあれじゃん、なんかサウナ、水風呂、サウナ、水風呂整ってるのかもしれない。けどそれが私めっちゃ好きなんですよね。あーでもいいよね、わかるわかる。だからまあ冬はもちろんね寒いから体温めるためにお風呂入るっていうのはあるんですけど、夏は夏でまた良さがありますね。そうだね。でなんか温泉とかだと、その裸で入るじゃんか。なんだろうな、こう温泉で人と会話をするのが楽しかったりする。わかりますわかります。わかる。はい。銭湯とか行って普段なんか絶対話さないであろうご近所のおばちゃまたちと一緒にちょっと温泉の中で話したりとか、それが楽しかったりしますよね。いやする本当に。私もなんか旅行先のその温泉に入った時に、同じように旅行に来ているなんかおばちゃま、一人でいるとおばちゃまもこう話しかけやすいんだろうね。で「一人で来たの?」とか「どこ行ってきたの?」みたいな「明日行こうと思ってたの、そこよかった」みたいな、なんかたわいもない話ができるのがすごい楽しいよね。あれかな、こう解放されてるからかな。それもあるかと、なんかあれですかね、素直になっちゃう。なんかあるんですかね。ある気がする、心理的にやっぱり。ありますよね。開放的になってて、だからこそ気持ちもオープンになるというか。それありそう。ある気がする。懐かしい。ね、温泉入りたいな、温泉。それ忘れてました、温泉。いや温泉いいよね。いや入りたい。本当。海外にいっぱいできてほしいなって思うのが、日本のコンビニ。日本のコンビニレベル高いよね。高いですよね。すごいですよね。もちろんそのセブンとかファミリーマートとか、ローソンとか日本以外の国にもあると思うんですけど、やっぱラインナップ全然違いますよね。いや全然違うよ、本当に全ての商品がクオリティ高いよね。びっくりする。なんかね、お昼気軽に買いに行こうっていう感じで行って、もう食べたいもの手に入るじゃないですか。けど海外行っちゃうと意外とそれって普通じゃないんだなっていうことに気づいて、正直コンビニ行っても食べたいものないってことの方が多くないですか？すいません、ちょっとそれ言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけど、わかるよ。日本のコンビニを知っちゃってる分、海外だったらコンビニでご飯買うよりかはどっか普通にお店でご飯食べるか、もしくはまあ自分で料理しようかなっていう気持ちになるんで、コンビニっていう選択肢がけどなくなりますよね。ちょっとだってね、そもそもコンビニってコンビニエンスストアじゃん、便利なお店じゃん、そうだから時間がなくって、あ水欲しい買うとかさ、あパンお菓子買いたい、パッて買う、なんかそこに行きたくて行くっていうよりも、時間がないから行く場所みたいな感覚だと思うのね。でも日本ってもうブランド化させちゃってる気がして、でしかもなんかセブンイレブン行ったらこの商品が美味しいとか、ファミマ行けばこの商品が美味しいとか、バズる商品があるじゃんか。すごいですよね。売り切れでないんでしょ。しかもなんか毎週のように新しい商品がね、新商品出たりとかすごいよね。すごいですよね。本当に、商品開発してる人すごいなって本当にすごいよ。スイーツもレベルめちゃくちゃ高いし、わざわざそういうケーキ屋さんとか行かなくても美味しいスイーツが食べれたりとか、気軽に買えたりするんで、本当にそれはすごいなと思います。わかる。私もなんか日本にこう帰ったりしても、あコンビニ行きたいと思って、コンビニに行くことと、コンビニに行きたいなんですよ。日本帰る目的そうかも。コンビニ、温泉コンビニ温泉、あと何かな。けどそれぐらいやっぱりなんか海外行ってみるとすごい貴重感が増しますよね。わかる。それこそ四季の話で言うとさ、桜の時期に帰りたいとか、やっぱり日本人ってなんか祭りが好きなのかな。けど本当に祭り含めてイベントごと結構
構好きなのかもしれないですね。そんな気がする。なんか桜祭りがあったり、紅葉の時も紅葉の祭りがあったりするじゃんか。だからそれを求めて、じゃあこの時期ぐらいに日本に帰ろうとか思うこともあるし、確かに四季と関連したイベントっていうのが多い気がする。確かになんか一年中やってなくて、本当にその、季節だったりその月しかやってないからこそ、貴重感もあるし、楽しもうっていう気持ちになるかもしれないですね。ああそうだね、日本人だって限定好きだもん。なんかコンビニでも、この地域限定とか関西限定とかコンビニでありますよ。あるんだ。ありますあります。それこそそのお菓子とかでもポテトチップスとか、あとじゃがりことかキットカットもあるかな。結構ありません？地域限定商品って。あるあるお菓子。多分日本行った方とかは空港に行くとさ、あるよね。あるあるある、確かに。だからそれあと数量限定とか。水曜限定。数量水曜曜日限定はつらい。いや曜日限定なんかあったんだ。しかも水曜ってど真ん中、何の意味？ど真ん中だからこそちょっと残り木金を頑張ろうみたいな気持ちにありかもしれないですよ、もしかしたら。水曜限定商品あったら。確かに基本的にこう仕事って月から金で働く人が多いと思うんで、一番疲れてくるよね。そこに限定商品があるともう拍車がかかるかもしれない。残り木金頑張ろうってないことについてすいません、ないですよ、すいません、水曜限定なんてないんですけど、私が言ったら数量限定です。数量ね。数なんか1日10食とかありません？あるわ。限定だから食べてみようとか、あるある。全然なんか食べる理由になることもありますよね。あるね。いやもう日本人が多分限定好きなんだと思う。だって海外そんなにないですよね。ないと思う。なんか貴重感が出るんですかね、限定ってやるとやっぱり。やっぱり人はね、この時だけこれ売ってますとか、この時だけこれ安いですとかね言われると、今食べなきゃ、今ゲットしなきゃになりますよね。そう思っちゃうから。確かに、人間の心理を利用したね、上手。さっきからなんか日本のいいところから確かに限定多い、多いよ本当に。いいところかどうかは分かんないんですけど、限定多いですね。でも日本の文化の一つですよね。本当にですね。ちょっといいところについていろいろ話しましたけど、じゃあはなちゃんが日本の文化のここ好きになれないなって思うちょっとネガティブな話に入りたいと思います。ありますか？私結構